どうも、あさきです。本日の動画ではですね、じゃじゃーん。こちら、DJI アバター2ですね。こちらの開封と、中身ちょっと見ていこうかなと思います。では早速、開けていきます。で、私が今回購入したのが、DJI アバター2のプライマーコンボのセットですね。一式、ゴーグルと、アバターの場合は、プロポじゃなくて、これですね、モーションコントローラーと機体が入ったプライマーコンボセット、あとバッテリーとかですね。と、プラス、別売りでプロポですね。こちらがリモートコントローラー3というアバターに対応しているプロポを購入したのと、あとは、これ、DJI ケアリフレッシュという機体だったり製品に何か損傷だったりとかですね、故障だったりとかあった時に1年間サポートしてくれるという DJI ケアリフレッシュも一緒に購入しました。 DJI 製品って自分じゃ修理できないので、こういう保険ですねは入っておくのは結構大事かなと思います。では私は結構物を買うのにめったにお金を使わないので、旅行とかですね、食べ物とか旅行とか経験系にはすごいお金使うんですけど、物買うのにはめったにお金を使わないので、実はマビックプロ以降の DJI 製品になります。マビックプロ買ったの2017年なんで、すごい久しぶりに買った機体ですねになります。じゃあ早速ちょっとですね、開けていこうと思います。じゃじゃーん。開けるともうカバンに入った状態ですね。めっちゃ詰まってます。こちら、よいしょ。わーい。こんな感じで、もうなんかこのまま飛ばしに行けそうな勢いですね。飛ばしにはいけないんですけど、こちらのカバンに入った状態で届きます。これもアバターの魅力の一つで、このコンパクトなカバンにですね、収まって持ち運びができるというのもすごくいいと思います。では、早速ちょっと中入ってるもの見ていきたいと思います。ではまず入ってるものですが、おー、でん、こんな感じですでに綺麗に収まってますね。はい。で、こちらまず開けちゃおうかな。私のアバターです。開けちゃおうかな。おー、こちらですね。綺麗と、バッテリー1本と機体本体です。これがここですね。こちらに入っております。で、あとはじゃじゃーん、ゴーグルですね。これが DJI ゴーグル3というゴーグルになります。じゃじゃーん、綺麗で、 DJI ゴーグル3はここで視力の調整ですね。なんかマイナス600ぐらいまで視力の調整ができるので、メガネかけてる人でもメガネ外して、でこれゴーグルして視力の調整すれば映像を見ることができます。あとここでこのバンドの幅ですね。なんで頭ちっちゃい人でも大きい人でも調整してつけることができます。でこれがここですね。あとはこれがバッテリーですね。プライモアコンボなので、よいしょ、予備のバッテリーが2本、1本は本体に入ってましたね。でこれ充電ハブになります。それがここですね。であとはリモートコントローラーですね。そんな使わないかなと思いつつ、こちらとでストラップが入ってるのでですね、つけとこう。で入れときます。とあとはこのポケットのとこですねに、多分充電するためのうわ、結構いろいろ入ってる。まずこれが送信機、入ってんだ。送信機のネジを緩めるやつですね。マニュアルモードっていう FPV ドローンに近い飛ばし方をするときにネジを緩めるやつですね。とあとはタイプ C to C。 これはタイプ C to C なんで、これかな。ここ充電するときにつなげるやつかな。やつか、ゴーグル充電するときにも使っていいかなっていうやつですね。C to C と、あとは予備のプロペラが4枚入ってます。
と、これは多分マニュアル的なやつですね。マニュアル入ってます。と、タイプ C と、USB のコネクタのやつ。切り替えハブみたいなやつかな。だったりとか、レンズレンズ入ってます。レンズと、ゴーグルのところの、パッドみたいなやつ入ってます。っていう感じですね。入ってるものは以上になります。やったぜ。あとはリモートコントローラー3ですね。こちらも開けていきたいと思います。シンプルに送信機一つ入ってます。こんな感じですね。で、送信機はここにスティックが入っているので、使う時だけこれパカって抜いてここに挿す感じですね。これもすごい私は好きなところで、やっぱカバンに送信機入れてるとスティック折れちゃったりすることもありそうなので、外せるタイプすごいいいなと思います。で、これはこのカバンのモーションコントローラー入れているところですね。よいしょ、入れちゃえばこんな感じで入るので、全然カバン一つで持ち運びできます。ほい。で、あとはここにも説明書とプロポのバネ緩めるやつ入ってるので、これもこっちに入れておこうと思います。ほい。OK。開封したので早速やらなきゃいけないこととして、何個かあるんですけど、みんなやらなきゃいけないのが機体登録ですね。は絶対しなきゃいけないです。あとリモート ID とかはデフォルトで入ってるのかわかんないんで、ちょっとその辺も確認する必要があります。あとは初期設定としてやっておかなきゃいけないことが、今回このアバター2を飛ばすには、アプリをインストールしておく必要があります。で、そのアプリが DJI Fly というアプリですねのインストールと、あとは DJI のアカウントの作成ですねという2つやっておく必要があります。と、あとはこの DJI ケアリフレッシュの機体のアクティベーションですね。ここに条件ですね書いてあるんですけど、条件としては新規購入かつアクティベーションが行われてない製品が対象になります。あとアクティベーションを行ってから96時間以内だったりとか30日以内とか、いろいろ条件書かれているので、よく確認するようにしてください。とりあえずじゃあ機体登録ですね、やっていこうと思います。で、機体登録はこれ DIPS2.0 にログインして、ログインで、ここで登録手続き等はこちらで、無人航空機の登録申請ですね。で、新規登録をします。で、ここはご自身で行う本人確認方法を選択してください。次へ進む。で、ここ個人情報を入れてください。で、機体ですね。で、今回メーカーの機体なので、DJI のアバター2で、製造番号が機体に書いてますね。見づらいな。もしくは箱に書いてますね。箱の裏に書いてます。なのでそれを入れて、よし、 OK で、リモート ID ありで改造はなしですね。で、使用者は同一人物です。これで大丈夫です。で、入力した情報を確認、内容を確認してください。で、登録申請ですね。で、そうすると所有者のメールアドレスに確認用メールが来ますと。で、メールを確認することによって申請完了ですね。 OK で、ここでメール開きます。そうすると早速メール来てますね。で、このまま手続きを進めても良い場合は URL を押して認証してと。これで OK です。で、さっきの画面に戻るとこれですね。私はマイナンバーカードでの認証を選択したので、マイナンバーカードを準備します。マイナポータルを使って認証します。で、ちょっとマイナポータルでこれ書かれている通りですね、作業します。マイナンバーカードの読み取りが終わるとこんな感じで手続き完了となります。で、メールが届いたら手数料ですねの納付をしてくださいと。で、あとは今回 DJI アバター2って目視外の飛行になるので、飛行許可申請だったりとかですね、目視外の申請
出しておく必要があるので、そちらも合わせてやっておく必要があります。で、飛行許可申請ですね、やり方の動画別で出しているので、よければそちら参考にしていただければと思います。ちなみにリップスから手数料納付のお知らせも来てますね。で、これもログインして、で、手数料納付します。申請状況のところから手数料納付ってやつですねがあるので、支払い選択してクレジットカード払いとかですでに登録しているカードで次へ。はい、 OK です。はい、これで支払いが完了したので、あとは承認のメールを待つのみになります。ではまずですね、 DJI フライのアプリですね、インストールして同意します。そうすると画面開きます。で、これチュートリアル出るんで、スキップします。ほい。で、あと位置情報の許可だったりとかは必要なやつをチェック入れて承認を押します。あとはこれ DJI 製品改善プロジェクト、これ参加するしないお好きな方で大丈夫です。あとは DJI アカウントですね。で、ログインしていきます。で、ここにチェックを入れて次へですね。で、パスワードを入力してログインします。はい、そうするとこんな感じでまたチュートリアル出てくるので、次へと開くとこうですね、画面出てきます。では早速ちょっとアクティベーション作業ですね、やっていきたいと思います。まずゴーグルですね、電源を入れます。ここです。これを2回押して2回目長押しですね。で、ゴーグルと DJI フライをインストールしたスマホですねを、これタイプ C ケーブルと、でもう片方はスマホの接続端子に対応した端子のやつをこうつなぎます。で、なんかメッセージ出てきました。 DJI フライを起動して DJI グラスを処理しますかと出てきたので OK 押します。そうするとこんな感じで DJI 機器をアクティベーションという画面出てきます。こんな感じですね。なので、同意しますを押します。なんかアクティベーション完了しました。で、なんか新しいファームウェア更新がありますって出てきたので、ファームウェア更新したい人はダウンロードして更新してください。で、更新前にゴーグルを使用するときに使うすべての機器を接続するというので、まず機体ですね。ここですね。ここタイプ C つなげるので、つなぎます。つなぐと充電がこんな感じで充電開始されますので、電源を押します。はい、起動しました。あとは送信機も入れといた方が良さそうなんで、これも2回押して2回目長押しですね。電源入れました。これでゴーグル、送信機、機体全部電源入ったので、これですね、同意します。はい。で、アクティベーション完了。で、ここで DJI ケアリフレッシュですね。DJI ケアリフレッシュ96時間以内に購入してくださいという画面が出てくるので、アクティベーションコードを紐付け押します。そうすると DJI ケアリフレッシュのページに飛ぶので、ここでまずアクティベーションコードですね、入れます。アクティベーションコードがどこに書かれているかっつうと、これ購入した DJI ケアリフレッシュをオープンすると、これですね、アクティベーションコード、銀のなんか貼ってあるやつを削るとコードが出てくるので、それを画面に入力して、で、次へですね。シリアルナンバーを入れてくださいっていう画面が出るので、シリアルナンバーを入れます。で、また箱の裏に書いてあった長いやつですね。で、シリアルナンバーを入れると最後に個人情報ですね。名前と電話番号とメールアドレスの入力が求められるので、そちらを入力します。はい、OK です。そうすると、今登録したメールアドレスにメールが飛んできていると思うので、そちらを確認します。メールの方にもこんな感じですね。DJI ケアリフレッシュサービス契約というメールが来ましたので、一旦これで登録は OK なんですが、あとは非公紛失認定の操作についてという紙が入ってまして、で、非公紛失認定、なくした時ですねに認定を受けるには、紛失する前にある操作を行っておく必要があります。これちょっとね、危ない
やり忘れると紛失届出せなくなっちゃうので、絶対有効にしておいてください。やり方ですが、DJI フライですねを開きます。はい。で、さっきの DJI フライ、これですね。次に初めて機体と接続する方法と飛行方法を解説しますと書いてるので、次ですね。で、送信機タイプはこっちで、送信機の電源が入っていることを確認して、送信機の電源ボタンを4秒間ですね、1234押すとビープ音が鳴り、ペアリング準備できました。で、ペアリングボタンを押す。OK。ゴーグルのタッチパネルを使って設定を調整してください。まずは言語設定ですね。日本語にしました。これね、日本語にして、次へ。ゴーグルでやんなきゃいけないんだな。日本語にして、次へ。で、ヘッドホンとヘッドパッドの調整はいいでしょう。で、あとは、この目悪い人用の下のつまみで調整します。はい。で、あとは、この横トントンってすると、ゴーグルのリアルビューが見えますと。やんなきゃいけないと。OK。ほい。そうすると、ログイン画面出ました。この画面から1個戻り、これですね。このプロフィールマークを押すと、ここに一番上に機器管理というのがあります。なので、機器管理をして、アカウント&機器でアカウントに紐付け。ほい。で、アバターを押して、付加価値サービスってやつですね。これを押すと、もうなんか紐付けされてるな。で、ここで、新規紐付けっていうのが出てくれば、新規送信機と紐付けを押すんですけど、もうなんか、付加価値サービス紐付けされてるので、これで大丈夫っぽいですね。で、あとは、ここまで来たら、これかな？ここにリモート ID っていうやつがあるので、これタップして、インポートって押すと、ログインしてなんかインポートするみたいな。これで DIPS のログイン ID とパスワード入力します。で、そうするとインポートしましたと出るので、これで OK です。ここもですね、リモート ID インポート済みになります。なのでこれも忘れずにやる必要ありますね。はい。というわけで今回は DJI Avatar 2ですね。開封からアクティベーションまででした。これからどんどんちょっと飛ばしていきたいと思います。それでは今日の動画はこの辺で。バイバイ。